鳥取県産の鹿肉ですね。ジビエってことになりますね。この鹿肉を使って作るのがトマトカレー。さらに副菜としてサワラとエリンギのクリームそぼろを作りたいと思います。いただきます。しっかりと繊維質を感じる柔らかい鹿肉になってますね。サワラとエリンギのクリームそぼろもね。このプチプチとはぜるエゴマの実が噛むたびに香りが口の中に立ちますね。でサワラの旨味ととてもなんかちょっとリッチな感じですね。皆さんこんにちは。今回のごちそうさまチャンネルは鳥取県さんとのコラボレーション企画になります。今回はごちそうさまチャンネル初の食材を使って料理を作っていきます。鳥取県産の鹿肉ですね。ジビエってことになりますね。ジビエといえばフランス料理で耳にする食材ですが、いわゆる狩猟で捕獲された野生動物のお肉のことです。自然の中で育った動物は運動量が多いので、引き締まったきめ細やかな肉質でフランスでは非常に珍重されますが、この鹿肉を使って作るのがトマトカレー。さらに副菜として鳥取は魚介も有名ですからサワラを使ってですね、サワラとエリンギのクリームそぼろを作りたいと思います。皆さん鹿のお肉はあまり馴染みがないと思いますが、脂肪が少ない赤身のお肉は高タンパク低カロリーでヘルシーな食材として注目されてますね。さっぱりと癖のない味わいでとても柔らかい口当たりです。鳥取県はジビエの生産量が全国でなんと5位という、地元のスーパーでも販売されているそうです。そしてネットでも購入できますので、皆さんもぜひ、今日のレシピを見て作ってみてはいかがでしょうか。それではまず、鹿のトマトカレーの材料説明です。まず鹿肉ですね。塩コショウ、ブロッコリー、白ネギ、ニンニク、生姜、バター、お水に赤ワインにダイスカットの水煮のトマト、それからカレールーとサラダ油、お米です。ちなみにブロッコリーはですね、今回は鳥取県産を使います。鳥取のブロッコリーは葉っぱと茎付きで出荷されるそうで、みずみずしい葉っぱがついていることが鮮度の証なんだそうですね。それから白ネギ、鳥取県産の白ネギ、いわゆる長ネギですけれども、鳥取では白ネギと言われるそうです。柔らかさととろけるような甘みが特徴だそうです。今回はお米も鳥取産で、なんとですね、カレーに合うお米として鳥取県が開発したプリンセスかおりという品種です。ポップコーンのような香りがするもちもちした食感が特徴なんだそうですね。カレーと合わせていただくのがちょっと楽しみなお米です。じゃあ早速鹿肉を切っていきます。今日は解凍してありますけれども、鳥取県のサイトで購入すると冷凍状態で送られてきます。その場合冷蔵庫で一晩このまま置くか、流水で解凍して調理を進めてください。すごいね、綺麗なお肉です。丁寧に、包装されてるんですね。薄いラップに綺麗に一つずつ包まれていて、ぐーっと押すとですね、ニョーンって出てくるんですね。はい。だいたい5センチぐらいでいいんじゃないかなと思うんですけどね。このぐらいかな。1個このぐらい。柔らかいんですよ。じゃあ塩コショウしていきます。お塩、コショウで塩をよくなじませて、ではこの後、炒めて表面焼き付けて旨味を閉じ込めていきます。これちょっと厚手のもう煮るための鍋で、焼いていっていいと思いますね。できればこういうちょっと放浪の鋳物の重い鍋の方が圧力かかりやすいと思います。火をつけて、まずサラダ油。こういう鍋は非常に焦げ付きやすいので、それだけちょっと要注意ですね。全体にしっかりと油を回して、油温まったらお肉入れていきます。鹿肉の表面に油をかませて焼いていくっていうことですかね。まず一気に油を回すと、できるだけ赤いところがないようにお肉を炒めていきます。でこうやってやっぱりくっつくんですね。くっついたら木べらとかでこうやってこそいで混ぜ合わせる。こんな感じですね。全面焼き色ついたらここでお水と赤ワイン、お水で赤ワインでこのまま、置いとくと下お肉が当たった状態でそこが焦げる原因なんですね。一回水分を入れたら下から一回このようにこそぐと。で一回沸騰させて、今回はブイヨン使わないので鹿肉の旨味だけで
美味しいカレー作りたいんですね。なのでギリギリまで煮ていきます。で水分もかなり濃縮させる。そうすると旨味が上がりますよね。そこに、水煮のトマト缶入れてさらに伸ばすっていう作業をします。沸いてきましたね。でアクが気になるようだったら引いてください。このまま実はずっと煮ていくとアク消えます。今回はそのままジビエの良さがいい方向で出るかなと思ってそのままにしました。そしたらこのぐらい蓋をずらして40分間煮ていきます。この間にネギを炒めるという作業をします。まずみじん切りにしていきます。すごいね立派なんですよね。パッと切れ見るとこう開くというかですね、開く力が強いというかですね。で青い部分も使えるのでまずスライス。この青い部分のギリギリまでですね叩いていきます。こんな感じですかね。いわゆるそのカレーにはですね炒め玉ねぎ、入れるのが普通なんですけど、今回は白ネギを炒め玉ねぎの代わりに炒め白ネギにしてるわけですね。で玉ねぎは非常に甘みが出てちょっとビターな感じになるんですけど、ビターな感じは一緒なんですけどちょっとなんかスパイシーさも出るんですよね、白ネギ炒めると。でこのようにみじん切りにできたら、にんにく生姜も同じぐらいのサイズですねにみじん切りしておきます。こんな感じです。フライパンにバターをひいてまずバターを溶かします。溶けてきたら加えていきます。まずねでにんにく生姜とまず油かませていく。で一回全体にバターが絡んだらここから弱火にしてこうやってだんだんバターに絡めて火入れていくとこうしっとりしてくるんですね。しっとりしてきたらちょっとこのように鍋肌に押し付けてちょっとずつ焼き目つけていく感じ。こういう焼き目ですね。こういう焼き目をたくさん作っていく。ちょっとずつ。したら全体をまた混ぜてちょっと天地ひっくり返し目でまた押し付ける。これをずっと繰り返していきます。で繰り返し天地を返しながら混ぜ込んでこのぐらいまでもう茶色いですよね。このぐらいまで詰めていきます。4分の1ぐらいまで入ってますね。ここで火を止めて別の容器に移し替えておきます。はい、これで後で使っていきますね。で40分経ったので蓋開けていきます。今水分量このぐらいですね。最初の半分ぐらいかな。でお肉の表面がちょっと浮いて出てきてるぐらい。でここで今度は蒸気を逃がさず濃縮するんじゃなくて今度圧力かけていく感じですかね。圧力かけるために蓋をしっかり閉めてちょっと火加減気をつけた方がいいですね。少し弱めないと吹きこぼれると思うんですけどちょっと弱めて閉めた状態で20分間さらにお肉に圧力をかけていきます。で20分経ったので再度蓋を外していきます。さらにこうあれですね、お肉の表面が上に出てる感じ分かりますよね。ちょっとやっぱり蓋を閉めてても蒸気漏れ出すので少し蒸発して水分量減るんですけど、ここで先ほど炒めたネギですね加えていきます。まずネギしっかりと溶かし込んでいく。しっかりと溶かし込んだら水煮缶を加えていきます。水煮缶も全体に溶かしてちょっと大きめのダイスカットがあったら少し潰すような感じでもいいと思いますね。そしたらこれ以上濃縮させる必要もないので再度蓋をしっかりとしてこのまま15分煮ていきます。でさらに15分経ったので蓋を開けていきます。こういう状態ですね。結構ダイスのトマトが火が入ってところどころ残ってますけど、このぐらいだったらいいと思いますね。全然非常にいい匂いします。でここまで来たらちょっと火を弱め、じゃあブロッコリー切っていきます。ブロッコリーはあんまり火入れを僕はしたくないのでもう最後の最後ですね。一緒に煮詰めていくともうドロドロになっちゃうんですね。で切る時もこれ何回かやったと思いますけど鼻の方からこうやって切っちゃうと鼻バラバラになっちゃうんで途中まで切ったら手で裂く。そしたらバラバラにならない。でこの軸の部分も美味しいですからね、適当なサイズに切って使ってください。先にルー入れていきます。ルーを入れてよく混ぜる。
あと鳥取市産がですねカレールー消費日本第2位ということで1位になった年もあるそうなんですけどね、やっぱり1位に返り咲きたいというお気持ちもあるんですかね。あるんですよ。でしっかり溶けたらここでブロッコリー入れて混ぜ込んで、ちょっと一煮立ちぐらいでいいと思いますね。で使うカレーのルーは各家庭によって違うと思うので、僕は2種類ぐらい混ぜた方がちょっと複雑になって美味しいと思うんですけど、塩分量がちょっとルーによって異なるんですね。だからちょっと味見をしてもう少し塩分あった方がいいなっていう時にルーを足すんじゃなくてお塩を足してください。美味しい、うまい。気持ち塩しようかな。ほんと一塩ぐらいだと。しっかり混ぜ込んだら火を止めてこのまま蓋して副菜作った後に盛り付けていきます。では続いて副菜のさわらとエリンギのクリームそぼろを作っていきます。材料です。さわら、エリンギ、牛乳、パルメジャーノレッジャーノ、粉チーズですね、バター、薄力粉、にんにく、それからエゴマ油にエゴマの実で塩コショウで、あと飾り野菜ですね。さわらはですね非常に鳥取県で取れるそうなんですけれども、加熱しても臭みとか出にくい魚になるのでそぼろにするにはぴったりだと思いますね。今回はエリンギも鳥取県産のものを使います。それからポイントはこのエゴマ油ですね。この若狭のエゴマ油、鳥取県若狭町でエゴマの栽培から収穫搾油まで一貫して生産している純国産品のエゴマ油になりますね。非常に安心安全。それからエゴマの実、これもアクセントで使っていきます。エゴマ油と同じく鳥取県若狭町産で厳選したエゴマの実を焙煎している状態ですね。非常に嗅ぐと香りがふわーっと立ち上がっていいですね。こういうクリーム煮にもアクセントとして非常にいいなと今回思います。それでは作っていきます。まずエリンギですね。エリンギは手でこのように裂いていきます。このぐらいかな。今日もできるだけあんまり長く火入れしたくないですね。でさわら皮引けるようだったら引いてください。引けなかったら皮目から焼いていって火が入ったところで皮ピーって剥けるので、皮引けましたね。そしたら火入れ始めます。ごま油で火つけてちょっと温まるまで待ちます。でこの間に常温に戻したバターと薄力粉、これを混ぜておきますね。こちらにブールマニエというものになりますね。フレンチの手法でとろみつけたりバターのコクを加えつつ粘度を出す時に使う手法ですね。じゃあさわらを焼いていきます。皮目の方が油出るんでね、ごま油に対して鍋肌に皮を引いた方、皮目がついたままの場合は皮目。なかなか身厚で立派なさわらですね、これね。じゃあ徐々に火が入ってきたらほぐしていく。中骨がある場合はこのほぐした時に中骨出てくるんでそこで拾ってくださいね。一回しっかりとそぼろ状にして、そぼろ状になったらにんにくに油回ったら牛乳入れたらブールマニエで溶かし込んでいくとこうやってとろみができますよね。とろみが出てきたらここでエリンギ、エゴマの実で混ぜながら火入れをしていきます。ちょっとポルトガルとかそっち系の料理っぽい感じになりますね。でエリンギの表面に汗がかいてきたらお塩、胡椒をしっかり混ぜる。で最後にパルミジャーノレッジャー。そうするとエリンギに魚のそぼろが絡んだような状態になりますね。 OK です。で飾り野菜を添えて盛り付けていきます。パンなんかと合わせてもいいし、まずいいかな。一品の完成ですね。じゃあカレーもよそっていきます。いいですね。いい粘度。ちなみにお肉の柔らかさスッといきますね。
こういうだから縦の繊維に割れた感じの柔らかさになりますね。お肉もね赤身なんで、このお米非常にいい香りしますね。ポップコーンのような香りがしてもちもちしているのが特徴だということだったんですけど、東南アジア圏の潮流米にやっぱり近い匂いがしますね。非常にいい香りです。盛り付けていきます。こんな感じでどうでしょうか。はい、完成です。鹿肉ですね。丸ごといただきます。しっかりと繊維質を感じる柔らかい鹿肉になってますね。でこのルー自体に動物性の旨味がしっかりあるんですよね。で白ネギと生姜にんにく炒めましてね、それがねしっかりとビターのコクとなって効いてますし、すごいやっぱりちょっとスパイス感を感じますね。ブロッコリー、この食感ですね。トロトロにしすぎない。いや美味しいですね。いやちょっと付け合わせのサワラとエリンギのクリームそぼろもねいただきたいと思います。こんな感じでいただきます。このプチプチとはぜるエゴマの実が噛むたびに香りが口の中で立ちますね。でサワラの旨味と炒めすぎてないエリンギの噛めば噛むほどこのエリンギの水分が外に出てくる感じ、これが口の中で一体になるととてもなんかちょっとリッチな感じですね。今回使った鹿肉のジビエは鳥取県のこちらのホームページから購入することができます。そしてジビエの流通方法は牛や豚などとは異なります。入手方法や調理する際に注意が必要な部分がありますので、詳しくは概要欄をご覧ください。ごちそうさまでした。